こんにちは。今回はですね、皆さんと一緒に2011年3月11日に日本を襲った東日本大震災、これについて、特にその被害の甚大さという点に焦点を当ててお手元の資料を深く掘り下げていきたいなと思います。はい。国内観測史上最大のマグニチュード 9.0、そして巨大な津波、さらには原子力発電所の事故と、ええ。これらが連鎖した複合災害だったわけですけども、単に被害が大きかったっていう話だけじゃなくて、その広がり方とか深さ、あと連鎖の仕方っていうのがもう桁違いだったということなんですよね。そうですね。資料にある数字とか事実を通してその甚大さ、具体的に見ていきましょう。今回の資料が物語っているのはまさにその甚大さのなんていうか構造なんですよね。構造ですか？はい。個別の災害が単純に足し算されたんじゃなくて、互いに影響し合って、言ってみれば被害が掛け算のように増幅してしまった。掛け算、なるほど。それで社会の根幹自体を揺るがしたと。この探究ではその実態をまず理解した上で、じゃあ私たちが将来の最大クラスの災害にどう備えようとしているのか。はい。特に減災とかあるいは多重防御といった考え方への転換点ですね。そこを探っていきます。これは私たち自身の未来の安全にももちろん関わる重要なテーマだと思いますね。そうですね。ではまずその想像を絶する物理的な被害の大きさ、ここから見ていきましょうか。はい。M9.0 っていう地震そのもののエネルギーもすごかったんですが、揺れた範囲も東北から関東までものすごく広かったですよね。本当に広かったでした。震源からかなり遠いはずの東京湾岸エリアでさえ液状化が起きて住宅とかインフラに被害が出たくらいですから。そうなんです。まずこの広域性っていうのが被害を甚大にした要因の一つですよね。山梨市の巨大な防潮堤を津波がいとも簡単に乗り越えていく映像、あれは衝撃的でしたよね。いや本当にこれだけの備えがあってもダメなのかと。この経験がいわゆる想定外を想定する、つまり最大クラスの事態を常に念頭に置く必要性っていうのを異端化させたわけですね。なるほど。そして人的な被害、これは本当に胸が痛みますけども、消防庁のまとめですと死者行方不明者合わせて2万人を超えていると。はい。特に被害が宮城、岩手、福島、この沿岸の3県に集中したっていうのが非常に深刻でしたよね。そうですね。例えば陸前高田市だと人口の約 8%、大槌町とか女川町ではそれ以上の方が犠牲になったと。これはもう町の存続そのものが危ぶまれる、そういうレベルの被害だった。まさにその地域への集中の度合いというのも被害の甚大さを示す一つの側面です。これは学術的なハード対策、例えば巨大な防潮堤のような1000の防御、それだけでは限界があるということを物語っているんですね。線だけではええ、想定を超えるような津波が来て、その一線を越えられてしまったら、その内側守られるはずだった地域が一気にも壊滅的な被害を受けてしまう、このなんていうか脆弱性ですね。それが露呈した結果とも言えます。だからこそ、その地域の特性に応じた多重防御っていう発想が後々重要になってくるわけです。なるほど。建物の被害もこれ数字で見ると改めてその規模に圧倒されます。全壊半壊だけで約40万棟近く40万。で、一部破損まで含めると100万棟を超えると。津波による浸水被害域にあった建物だけでも約3万6000棟。多くの沿岸の町が本当に文字通り風景が一変してしまった。資料にある震災前後の仙台市荒浜地区の写真を見ると、ちょっと言葉を失いますね。この物的被害の甚大さから得られた、重要な教訓の一つは、ハード対策の線だけじゃなくて、土地利用のあり方なんかも含めた面で被害を軽減していくという考え方ですね。面でですか？はい。具体的に言うと、例えばリスクの高いエリアには新たに住居を建てないように誘導したりとか、あるいは安全な公団への移転を支援したりとか。なるほど。これは津波に限らずあらゆる災害リスクのある地域に住む私たち一人一人にとっても、自分の住む場所の安全を考える上で、重要な視点と言えるかなと思いますね。確かにそうですね。さて、ここからがこの災害の複合性、そして甚大さをさらに深く理解する上で重要なポイントになってくるかと思うんですが、被害が連鎖していった
そこですね。一つがダメになると次々と他の機能も止まってしまって、被害が雪だるま式に膨らんでいったと。そうなんです。例えばですね、地震で広範時に停電が起きました。はい。すると、信号機が止まりますよね。ああ、確かに。で、主要な道路はもう大渋滞。その結果、車で避難しようとしていた人たちが、津波に巻き込まれてしまう。そういう、悲劇的な連鎖が実際に起きてしまったわけです。うわー。通信インフラもかなり大きな打撃を受けましたよね。そうですね。消防救急無線が途絶えした地域もあったと。これは救助活動にどれだけの影響があったか。中継局なんかが物理的に被災してしまったケースもありましたし、やっぱり特定の通信手段にだけに頼ることの、脆さですよね。この経験から地上系の無線だけじゃなくて、例えば衛星通信も活用するとか、通信手段の多重化、つまりバックアップをちゃんと用意しておくことの重要性、これが強く認識されました。なるほど。多重化。さらに危険物施設への被害も、これも深刻だったと。全国で1800以上の施設が被災して、その半数以上が津波によるものだったとか。はい。石油コンビナートでの火災とか重出事故なんかも相次ぎました。これは人的被害とはまたちょっと違う二次災害のリスクの大きさも示していますね。そうですね。ここで特に注目したいのは、こうしたインフラ被害の連鎖が現代社会がいかに複雑なシステムの上で成り立っているかということ、そしてその依存性の高さ、これを浮き彫りにした点だと思うんです。依存性の高さ、電力、交通、通信、産業、どれか一つが大規模にダウンすると、本当にドミノ倒しのように他の機能も麻痺してしまう。この総合依存性こそが被害を甚大にしたもう一つの側面と言えるかもしれません。だからこそ、ライフラインとか通信の代替性とか多重性の確保、それから災害リスクを踏まえた産業配置、そして企業自身の備え、いわゆる BCP ですね。事業継続計画。BCP。企業が災害時にも最低限の事業を続けられるように事前に準備しておく計画ですね。その通りです。これもこの震災を機に多くの企業で取り組みが進んだと。なるほど。やはり社会全体の機能を維持するためには個々の企業の備えも不可欠ですからね。交通インフラの麻痺も本当に広範囲に及びました。東北関東の鉄道や道路はもう寸断されてしまって、特に首都圏では全ての鉄道がストップして、膨大な数の帰宅困難者が発生しましたよね。ありましたね。被災地では復旧にも相当長い時間がかかって、 JR 常磐線の一部区間なんかは全線復旧したのは震災から9年も経った2020年のことだったと。長かったですね。ただこの交通網の麻痺という危機の中で一つ有効だった取り組みがあったんです。それが櫛の葉作戦と呼ばれたものです。櫛の葉？はい。これは被災地へ向かう主要な道路を優先的に警戒して緊急車両とか支援物資の輸送ルートを確保するという作戦だったんですね。なるほど。これが機能したおかげで全国からの支援を比較的スムーズに届けることができた。肘からこうした緊急輸送ルートを確保しておくことの重要性を示す良い例だと思いますね。いやー、それは重要ですね。そしてこの東日本大震災を他の自然災害と一線を画す複合災害たらしめて復旧を決定的に長期化させた要因、やはり福島第一原子力発電所の事故ですね。そうですね。地震と津波で全ての電源を失ってメルトダウンに至った。この事故は本当に広範囲かつ長期にわたる影響を及ぼし続けています。原子力事故の最大の特徴といえるのは、その影響が空間的にも時間的にも極めて広範囲に及ぶこと、それから元通りには戻れない非可逆的な変化を社会にもたらすという点ですね。非可逆的？広域避難によって多くの人が故郷を離れて生活基盤とかコミュニティそのものが失われてしまった。これは単なるインフラ復旧の問題ではなくて、人々の暮らしとか心に深く関わる非常に複雑で重い課題です。事故の後、放射線量に応じて避難指示区域が設定されましたけど、その区域も何度も見直されましたよね。変遷がありました。警戒区域から始まって帰還困難区域、居住制限区域、
避難指示解除準備区域へと。今もなお帰還困難区域というのが残っていて、立ち入りが制限されている地域があると。この区域設定の変遷自体が対応の難しさと影響の長期化を物語っているような気がします。ここで非常にデリケートな問題として浮上したのが、国が示す安全基準。例えば年間追加被曝線量1ミリシーベルト以下を目指すという、目標がありましたけど、はい。それと実際に住んでいらっしゃる住民の方々の安全に対する感覚とか、あるいは帰還への思いとの間にギャップが生じてしまったことですね。ギャップですか。資料にもあるように、住民の方々の多くがこの1ミリシーベルトという基準だけではなかなか安心できないと感じていらっしゃると。一方でこの数字だけが一人歩きして安全の証みたいに扱われる側面もあった。この科学的な基準と社会的な安心需要との間の溝をどう埋めていくのか。これは本当に丁寧なリスクコミュニケーションがいかに重要か、そしていかに難しいかということを示唆していますね。安心感っていうのは本当に数字だけでは測れないものがありますからね。そして長期的な影響として人口の減少とか産業の担い手不足、コミュニティの衰退といった問題が今も被災地、特に原発事故の影響を受けた地域には重くのしかかっていると。エネルギー供給の面でも計画停電などを通して日本のエネルギーシステムの脆弱性というものが現れになったわけですし。まさにだからこそ復興というのは単にインフラを元通りに作り直すことだけではもう不十分なんですね。はい。原子力事故の経験というのは物理的な家を建て直すだけじゃなくて、目に見えない不安とか分断によって傷ついた家族、つまりコミュニティの絆とか信頼関係をどう再構築していくのかという、そういう課題を突きつけました。真のレジリエンス、つまり回復力とか強靭さっていうのはハード面の整備とこうしたソフト面の再生、地域社会の再建が両輪となって初めて実現するものだと言えるでしょうね。なるほど。ではこれらすべての甚大な被害、そして複雑に絡み合った課題から私たちは何を学び、どう変わろうとしているのか。資料で強調されている大きな転換点としては、防災、つまり災害を完全に防ぎきるという考え方から減災へ、つまり被害は発生する前提でそれをいかに最小限にとどめるかという、そういう考え方へのシフトですね。その通りです。想定外は起こりうるんだと。ハード対策には限界があるんだという現実を受け入れた上で、じゃあどうやって人命を守って被害を軽減していくか。はい。そのための具体的な戦略として2段階設計と多重防御という考え方が導入されたわけです。2段階設計と多重防御。もう少し詳しく教えていただけますか？はい。2段階設計というのは津波対策を例にとると分かりやすいんですが、まず数百年から千年に一度クラスの最大クラスの津波、L2 津波と呼ばれますが、 L2 津波。これに対しては堤防なんかが壊れることはある程度許容しつつも、完全に破壊されずに粘ることで避難時間を稼いで、とにかく人命を守ることを最優先にする。なるほど、粘る。一方で比較的頻度の高い津波、L1 津波ですね。これに対しては堤防などで浸水をしっかり防いで経済活動とか資産を守る。このように目標とするレベルを分けて対策を考えるというアプローチです。なるほど。レベルに応じて守るべきものを明確にすると。では多重防御というのは？多重防御は文字通り一つの対策だけに頼るんじゃなくて、防ぐ、守る、逃げるといった複数の手段をその地域の状況に合わせて組み合わせるという考え方ですね。組み合わせる。例えば海岸の防潮堤、これが台船ですね。だけじゃなくて河川の堤防とか、あるいは盛り土した道路なんかを活用して第2、第3の防御ラインを設けたり、あるいは避難しやすい街づくりとか土地利用の工夫をしたり、避難計画とか情報伝達を徹底したり、このようにハードとソフト、それから線と面を組み合わせて総合的に被害を軽減しようという戦略なんです。そうした考え方の転換によって具体的な対策もいろいろと進められているわけですね。そうですね。建物の耐震性能とか耐津波性能の強化、避難路や避難場所の整備、ライフラインのルートを複数確保する多重化、さっき出た企業の BCP 策定支援、
そして首都機能のバックアップ体制構築などなど、ええ。これら全体で国としてのしなやかな強さ、レジリエンスを高めようとしている。と、ええ。さらに大局的な視点からは、災害リスクに関する情報をもっと透明化して、住民の方々や企業と共有していくこと、それからリスクの高い場所への新しい立地を抑制することの重要性も指摘されていますね。はい。そして、こうした経験と教訓を生かして、日本が災害に強い国、カラミティプルーフカントリーとして国際社会に貢献していくこと、さらには今後確実にやってくると言われている首都直下地震とか南海トラフ巨大地震といった次の最大クラスの脅威への備えを息長く続けていくこと、これが私たちに課せられた課題だと言えるでしょうね。いやー、今回は東日本大震災の被害の甚大さという点に焦点を当てて、その複合的な実態と、そこから生まれた減災多重防御という新たな備えの考え方について深く掘り下げてきました。ええ。被害の大きさそのものももちろんなんですけど、それが私たちの社会の在り方とかエネルギー、コミュニティといったもっと根源的な部分にいかに深い問いを投げかけたかというのが改めて感じられますね。そうですね。レジリエンス、つまり強靭さというのは、単に物理的に頑丈であることだけじゃないんですよね。うん。変化に対応できるしなやかなシステム、そして何よりも地域社会の再生と人々の間の信頼関係、これが不可欠なんだと。特に原子力事故というのは、技術的なリスク管理と社会がそれをどう受け止めて向き合っていくかという今なお続く非常に重い問いを私たちに突きつけていると思います。さて、今日の探求を踏まえて最後に皆さんに少し考えてみていただきたいことがあります。相互につながったシステムが連鎖的に機能不全を起こすリスク、そして複合災害がもたらす社会への深い影響、東日本大震災が示したこうした教訓に照らして、あなた自身の身の回りのコミュニティや職場、あるいはご家庭というのは単一の災害だけじゃなくて、より複雑で連鎖的な危機に対してどれだけの備えができているでしょうか。あなたの日常や地域にとって多重防御というのを具体的に考えると、それはどんな形になるでしょうか。少し立ち止まって自分事として考えてみる、そんなきっかけになれば幸いです。いろいろな分野について解説します。リクエストがあればぜひ教えてください。皆さんのリクエストを楽しみにしています。お気軽にどうぞ。